こんにちは、ヨモギャンの中村です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから実技の継ぎ手ですね、の方をやりたいと思います。今日やるのはですね、この追っかけ継ぎと、金輪継ぎですね。こういうくさび入れる金輪継ぎの、違いについてですね、お話をしたいと思います。非常に形が似てるので、単純に金輪継ぎが、その追っかけの上位互換が金輪ですっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんが、結構違うんですね。用途がまず違いますし、使い勝手とか使いどころっていう意味でもちょっと違ってくるので、似てるんだけれども、こういうところが違うよというようなお話をですね、少しさせていただきたいと思います。これ以降の動画でですね、この追っかけの墨付けと加工、で次に、金輪の墨付けと加工の、解説の動画の方もですね、順次アップしていく予定です。でただ、めちゃくちゃ長いっていうのと、あと、字幕つけるのすげえ大変なんですよ。なので、結構時間かかるかもしれないです。ただそれでも、もう作ってはあるので、撮影はしてあるので、順次アップしていく予定です。はい。もしよかったらそちらの方も見ていただければと思います。ですね、まず、この下木と上木というのがあって、こうやって上からこうやって入っていくよっていうのが追っかけ継ぎです。こっちの目違いですね。ここに目違いがあって、反対側のここにも目違いがあると。くさびを入れてグッと広げるっていうのがですね、金輪継ぎになります。まず、この2つの用途の違いがあります。金輪は柱と、桁張りですね。で使われます。で一方ですね、この追っかけっていうのは柱では使いません。桁張りで使います。で柱で使わないっていうところは、まず金輪は4方向ですね。こっちからも反対側からも左右からも4方から強い敷地になっています。なので柱にも使います。で一方この追っかけに関してはこうやって上から入れていくっていうことは、逆にこうやって下からポンってやったらこれ外れるんです。ということは弱い方向があると、弱い方向があるっていうところで柱では使いません。でただですね、その追っかけにさらに込み線を入れて追っかけ大線杉として柱で使いますっていう方もですね、いるかもしれないですが、基本的にはですね、大課題で使うものというふうに言われています。で次に、強度のお話です。強度の比較試験もですね、その試験結果によっていろいろなものがあるんですけれども、僕が前見たものだと角材ですね、角材の継ぎ手として使う場合においては、この金輪と追っかけの大線継ぎですね、込み線付きのやつだったら実はこっちの方が強い、追っかけの大線継ぎの方が強いという試験結果を見たことがあります。でその時の試験結果としては、このくさびですね、くさびが潰れて破断してしまったりとか、っていうようなですね試験結果でした。でただですね、針でここ200とか、300ぐらいあって、この目違いが2個とか3個とかついてるような針と、追っかけ大線継ぎを比較したら、単純に金輪の方が強いだろうとは思います。やっぱ目違い絶対効いてくるはずなので、針の長いもので上からの荷重っていうふうに考えるとですね、金輪の方が強いかなとは思います。でただですね、どちらも、非常に強い、継ぎ手になるので、実用強度という意味では、十分どちらも、満たしているのかなというふうには思います。次にですね、使い勝手のところですね。で使い勝手だと金輪はかなり癖があります。使いづらいです。それはなぜかというと、これくさびで入れるんですけど、これ平行にしか入んないんですよ。ちょっと斜めにして入れますっていうことはまずできないですね。この左右にくさび目違いあるんで、絶対平行じゃないと入ってくれないですよ。だからこれが非常に大変です。でなので組み立てながら入れていくっていうことができないです。まず例えば土台だったら、これアンカーボルト出てるわけじゃないですか。アンカーボルト出てるところ20ミリ1回こっちにずらしてこっちに入れますっていう話にならないので、まずボルトが邪魔でできませんと。なので全部長い状態で継いでから、入れますっていう形になると思います。次に桁張りの場合ですね。桁とか張りで使う場合も、桁とかだと下柱決まってるわけじゃないですか。土台に入ってるんで。ってことはこれ開こうとしては必ず扇形に広がるんですよ。つまり斜めにこうやってなるはずなんです。なので入らないですよ。だから組み立てながら金輪使おうとすると、全部柱向こう側上げて、こういうふうに無理やり上げてですね、ガコって入れてからこうやって沈めてみたいなですね、そういうことしないと入ってくれないです。なので、金輪で使う場合は下で組んでですね、下で組んで長い材料としてクレーンで吊って入れるみたいなですね、そういう工夫が必要です。なので
ちょっと癖があるというか、金輪の方がいいんだろうと思って金輪で全部作ったら、入れるの超大変みたいな。知らなかったらそういう風になっちゃうと思うんですよ。なのでそこを、ぜひ気をつけてください。組むの大変だっていうのだけですね、ちょっと頭に入れといていただければなと思います。一方ですね、この追っかけっていうのは、すごい使いやすいです。釜とかアリとかと同じですね。もう普通にただ斜めにこうやって入ってくんで、土台でも使えますし、普通のアリと釜と同じようにですね、使うことができます。で、次にですね、難しさですね、っていうところ、加工の、難易度っていうところだと、この追っかけの方が実は難しいです。形として手間ですね、工数、手間がかかるのはこっち、金輪の方が手間がかかります。この目違いのところとかがあるので、あと、くさびも作んないといけないので、地味にちょっとこのわざわざくさび作るっていうの結構手間なんですよね。ちょっと手間がかかります。ただ、作るのは追っかけの方が簡単なんですが、その精度と強度っていうのが、もう表裏一体なんですよ。わずかにでも短くなっちゃうと、精度がガタ落ちになっちゃう。まっすぐじゃなくて、まず斜めになっちゃいますからね。長かったらまず入らないっていうのもあるし、非常に難しいです。いい塩梅で作るっていうのは結構経験がいるかなという感じがします。で、一方、金輪に関しては作る手間は多いんですが、目違いがあるので、この目違いのところで、強度が担保されているっていう部分と、くさびですよね。くさびバゴゴゴ叩いたらやっぱくっつくんですよ。なので、多少逃げが効くというとあれですけれども、追っかけほど精度がですね、強度に影響しないといいますか、合理的な構造によって、その精度のところもですね、カバーできるといいますか、少し余白があるようなですね、すごく合理的な作りになっています。僕はですね、基本的に、自分の仕事でやる場合、継ぎ手は全部追っかけで作ります。それなぜかというと、僕全部追っかけで仮組みして、仮組みした状態で墨付けするんですよ。終わったらまたばらして次の材料を仮組みして墨付けしてっていう風にやっていきます。それはなぜかというと、そっちの方が絶対精度高いんですよ。一本の長い状態として墨をつけるので、その継ぎ手のところでずれるリスクがまずないっていうところ。あとは現場で立て込みの時に継ぎ手で焦らなくていいっていう、うまく入らない、どうなってんだみたいになったらめちゃくちゃ慌てるじゃないですか。なので全部仮組みしてあるんで間違いなく入ると。だからそこは自信持って、当日挑めるので、そういう意味でもですね、安心して使えます。でこれ仮組みしようと思っても、アリとか釜だと仮組みして外すとちょっと傷むというかガチャガチャになっちゃうんですよね、どうしても。それに対して追っかけとかっていうのは組んでばらしてっていうことをしても全然傷まない安定したものなので、非常に使いやすいです。ということでですね、追っかけと金輪の使い方の違いの方を説明させていただきました。注意としてはですね、柱は金輪だよっていうところと、あとは金輪は平行に開かないといけないっていうところで、これが平行に開くっていうのは結構厄介だよっていうところだけですね、覚えておいていただければと思います。今回のこの追っかけと金輪で、継ぎ手敷地シリーズはで説明するのはとりあえずこれで終わりかなというふうに思っています。で何か他にご要望とか、サイズですよね。例えば外国の方で、僕たちの国だとこういう材料なんでこの場合どうすればいいですかみたいな質問とかですね、そういうのもですね、数が集まってきたらまとめて解説するような動画とかもですね、作っていきたいなというふうに思っています。で前ですね、四方釜見たいですみたいなコメントもいただいたことあるんですけども、僕は四方釜とかやらないです。ああいうのってその実用性がないこうトリックアートみたいなもんだと思うんですよ。でなんかどやすごいだろうみたいな感じで、いやあれはあれで素晴らしいんですよね。その技術としても素晴らしいですし、その木組みの面白さであったりとか日本の技術を伝えるっていう意味だときっかけとして本当にいいコンテンツっていうかいい形だとは思うんですけども、あんまり実用性がないものに対して興味がないんですよね。そのエンタメ向きじゃ、そういう意味でもエンタメ向きじゃないんですよ。なので、多分僕はやらないと思うので、なんか他になんか、作ってる動画とかあると思いますので、そういうところをですね、見ていただければと思います。ということで、そうですね、なんかコメントあったら、何か疑問があったらコメントください。はい。では、ありがとうございました。